はい、こんにちは、宇崎雄です。これね、先日のレインボーバスの車窓なんですけれども、ちょっとね、ふと止まった時にですね、面白い工事用車両みたいなのが止まってましてですね、巨大な、こんなね、何に使うんですかね、杭でも打つのかなっていう感じですけれども、これね、今この2番目のファイル、これがね、フローステートスタビリゼーションありで、ロックバーティカルディレクションをなしという状態にした感じなんですけど、見てください。ググググググっとこういう風に左に傾いていっちゃうんですよね。で、3番目のグリップ、これなんですけど、これはロックバーティカルディレクションありにしてます。これね、もっとひどくなって、グイ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 って、こんなになっちゃうんですよ。これがね、いわゆる私の言っているフローステート問題ってやつですよね。はい。じゃあね、この3番目のクリップどうやったらまともになるかっていうことで、普段どんな作業をしているかをご紹介したいと思います。これね、さっき見た通りで、こう見てみると、よくここまで歪むよねっていう、笑っちゃいますよね。ただまあこれによってね、細かい手ぶれっていうかね、そういったものがなくなってスムーズに見えるっていうところも、まあ事実ではあるんですよね。だからまあ、トレードオフかなっていう気はしています。現状でね、理想ではないですけど。この VR 回転ね、Q をこのクリップに落としてくださいと。そうするとここに出ますと。使うのはね、X と Z のところだけですね。で、まあ、操作慣れてる方、多いと思うんで、走りますけど、まず最初にね、このアニメーションというかね、この動きの点を取って、当然一番最後なんで、最後ね。ただこれ暗闇になっちゃうんで、このね、最後はね、一コマ戻してあげるっていうのが作法ですよね。ここに打ちますよという感じです。で、今回ね、19秒のクリップなんですよね。なので、私の理論では前8秒、後ろ10秒っていうのがかなり歪むんですけど、これはもう接近してるっていうかね、多分混在してますよね。だから、これちょっと見てみると、ちょうどこの辺かな。見てください。この辺で、ここのね、バスの窓枠が割とまっすぐになってるかなと思うんですけど、この辺りかな。この辺りが多分基準っていうかね、ある意味、普通に取ってたところなんじゃないかなっていう推測で、ここに打ちますよと。で、この後は多分、こう、歪んでいくだけなんで、まあ、終点のところなんか、こう、X と Z を決めてやるということですね。で当然、初めも決めてやらなきゃいけないっていう感じです。で、ここはね、毎回ね、いろいろ悩むんですけど、こうかな。こんな感じで、これはね、こんな感じだね。はい。今ね、チルトの X を5にして、ロールを7にしました。X 軸っていうのはね、これ多分倒れる度合いだよね。カメラがね、前後に。お辞儀してるかどうか、上向いてるかどうかで、今5ぐらいがちょうどいいかなと。で、ロールはね、左右なんで、左右に揺れてるかどうかなんですけどね、これ今ね、マイナス、いやいや違う、7ね。7。さっき7だった。これでちょっと見てみてください。これね、これちなみに設定でね、VR ビデオでこうやると、60でね、初め108とかになってるんですけど、これ60にするのがいいですよね。そうすると、これで見てみると、ここね、00ね、こう窓枠のここもね、この端っこもね、延直方向ちゃんと出てますよね。垂直というかな。それからこのビルのね、窓も綺麗に出てるんで、これはこれでいいでしょうという形ですよね。で、ビビ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 ビとこの基準点まで向かっていきますと。ここが基準点なんですけど、ここで綺麗に出てますよね。で、ここからぐーっとまたおかしくなっていくんですけど、じゃあここを実際どうするかって感じですよね。で、さっきね、ここ5.0、7.0だったじゃないですか。で今度はね、逆に行きますね。マイナス5、マイナス7みたいなのが、基準になるんで、マイナス5、マイナス7っていうのをちょっとやってみましょうかね。割と綺麗になってるね。ただもっとひどいね。傾きを持っている。これマイナス12にして、
これはどんな感じ？これ、マイナス、もうちょっと、マイナス9ぐらいにしてね。結構こんな作業をずっとしてるわけですよね。これもいいね。マイナス 12.5。私は最近 0.5 同単位で動かして、どうしようもないときは 0.4 とか 0.2 とかね、やるときもありますけど、このあたりでいいのかな。見てくださいね。こんな感じね。割とさっきと同じようになってると思います。はい。動かしてみましょうね。ズズ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 割と安定してくるということですね。はい。なかった場合、これがさっきの初めの状態ですね。何なんですかね、これね。もう、ブレなくても、こんな風に、素材クリップを処理しないでくれよっていうのが本当の本音なんですけど、こんなことしなくてもね、ブレがないように本当してほしいですよね。で、これまた元に戻しましたね。設定した、X と Z を設定したら、こんな感じですよね。端っこを見てくださいね。このね、黒枠っていうかね、初めは上がなくてね、最後だんだん下に移ってきますけど、結局、こういった感じでね、記事的にこう、なんていうのかな、お辞儀した状態から上向いてるみたいな形で、蹴られちゃうんですよね、元の素材データがね。だから本当それが悲しいなっていうふうに思ってるんですけど、とはいえ、こんな形で、なんていうのかな、正常に戻して、なんていうのかな、角度をね、回転の角度を、球面の角度を正常に戻して、私は編集をしております。大変なんですよ。なので、本当にソフトウェア的な改善を求めたいんですけど、インスタエボっていうのはね、今、現状で VR180 撮るには非常に便利なんで、360も撮りますしね、可愛いやつなんで、もうちょっと使いたいと思うんで、このフローステートの手作業も頑張って、シコシコ、一個一個作っていきたいと思います。では、さよなら。